おはようございます。ケンです。今週のテスラはかなり重要な1週間でした。株価は一時380ドル台まで下落し、400ドルを割り込む場面がありました。しかし、最終的には 406.43 ドルで週を終えています。かなり荒れた1週間でしたが、最後には400ドル台を回復して終わりました。一方でニュース面では大きな動きがありました。FSD は欧州で承認国を広げ、オランダでは人間の運転より 3.5 倍安全というデータも出ました。さらにラスベガスでは最大5000台規模のロボタクシー計画も見えてきました。そしてスペース X 上場というイーロン・マスクさんの経済圏にとって大きなニュースもありました。これだけ材料があれば上がりそうではあるんですけれども、実際は400ドル前後での攻防でした。ここが今週一番大事なポイントです。今日は今週のテスラ情報を整理していきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。まず株価の動きから見ていきましょう。今週は最終的に 406.43 ドルで終えています。チャート上では200日移動平均線も回復しています。一度は400ドルを割りましたが、売られて終わったわけではありません。400ドル以下では買いたい投資家がいたということになります。ただし、まだ410ドル台を明確に上抜けたわけではありません。来週は400ドルを維持できるのか、そして410ドルを回復できるのかっていうのが重要になってきます。次に FSD のニュースです。監視付きの FSD がデンマークとベルギーで承認されています。これで欧州ではオランダ、リトアニア、エストニアに続いて4カ国目、5カ国目の承認となっております。重要なのは規制の厳しい欧州で承認国が少しずつ増えているということになります。どれだけ車がうまく走れても国が認めなければサービスは広げられません。FSD に必要なのはソフトの進化だけではなく承認実績の積み上げなんです。さらにオランダでは監視付きの FSD が人間の運転より 3.5 倍安全だったっていうデータも出ています。安全性を感覚ではなく実装データで説明し始めたことには大きな意味があります。そして今週一番重要なのがロボタクシーです。テスラはネバダ州で許可を申請し、ラスベガスで最大5000台規模の展開を目指していると見られています。空港、ホテル、カジノ、イベント会場と観光客の移動需要が集中する好相性の街です。ここで成立すればテスラのビジネスモデルは大きく変わります。車を売って終わりではなく、毎日走り、乗客を運び、継続的に収益を生む。つまり、車が資産になり、移動サービスのネットワークになります。ただし、楽観はまだ早く、待ち時間だったり、走行中の停止といった課題も出ています。技術がすごくても、サービスとしてはまだ改善が必要だということになります。これは失敗ではなく、実運用に近づいて見えてきた課題だと思っています。FSD が走れるのかっていうところからサービスとして使えるのか、これを試される段階に入りました。ここで今週一番大事なお話をします。テスラ株を本当に押し上げているのはスペース X ではありません。ロボタクシーなんです。スペース X の上場でイーロン・マスクさんの経済圏への注目っていうのは一気に集まりました。スペース X、スターリンク、XAI、テスラ、エナジー、ロボタクシー、オプティマスがつながる可能性っていうのはあります。長期で見れば強いストーリーではあるんですけれども、短期の株価は別の話です。これまでイーロン・マスクさん関連に投資したい人にとって、テスラっていうのはほぼ唯一の大きな上場株でした。でも上場すればテスラを買うのかスペース X を買うのかっていう選択になります。資金は無限ではなく短期的にはテスラ株から資金が分散していきます。市場が見ているのはスペース X の熱狂ではなくテスラ本体の実行力なんです。FSD の欧州の承認、オランダの安全性のデータ、ラスベガスでのロボタクシー計画、ロボタクシーの待ち時間や停止という課題、狭いの実需とエネルギーの可能性、今のテスラに必要なのは話題性ではなく
実行と結果です。ロボタクシーを走らせ、FSD を規制で広げ、エネルギーを伸ばしていき、狭いを実需へ一つずつの積み上げです。その実行力が見えた時にテスラ株っていうのは$400台を本格的に固められると思います。皆さんはこのあたりどう思いますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は391ドルで、今週末が406.43ドルということで、上がるが正解となっております。では、アンケートの結果を見ていきたいと思います。アンケートですけれども、今回は529票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて 52% で、これらの方が正解となっております。では、次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、5名の方が正解です。そして連続正解ですけれども、ラルさんが2週目になっております。はい。では、このアンケートですけれども、4週連続正解された方に、今は社内で使えるカークリーナーをプレゼントしております。ぜひ、皆さん参加されてみてください。はい。ということで、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。そしてこちらのアンケートですが、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさ、これを実感してもらうということです。株式投資は株価予想などいろいろとあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし、毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと、毎週考えることで、自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube では、テスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そして他の方のコメントもぜひご覧になってみてください。そうすることでそういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚でも大丈夫ですので参加されてください。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。締め切りは明日までです。はい。ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。